はい、こんにちは。小豆島漁師浜湯です。今回僕は岡山県の寄島漁港にやってきました。ここは牡蠣の養殖も盛んで、底引き網の船もたくさんあります。僕は今日ゆずりはさんの取材だけではなく、とある方の取材にも来ました。どんな出会いになるのでしょうか。というわけで小豆島から師匠に会いに来ました。で、今日は師匠の漁だけじゃなくて、若手の女性漁師さんの取材にも来ました。すいません、ルカさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。頑張ります。師匠もお願いいたします。よろしくお願いします。では早速出港の準備をしていきます。ゆずりはさんが船に乗り込み、ルカさんは出港の準備でカッパを着ています。じゃあルカさんが乗り込んだ後に僕も乗り込んでいきます。こちらが船内の様子です。前に池間があって、船の友川手には底引き網のすごいねウィンチとかがあります。で、今回の漁はケタコギです。2口あります。そしてこちらが一般的な底引き網の図です。底引き網は底に網、漁具を沈めて、底の方を船で漕ぐ、引くから底引き網となります。じゃあいよいよ出港です。友のロープを外して、表のロープも外します。そしたら出港していきましょう。ちなみにルカさんなんですけど、普段は83歳のおじいちゃんと共に底引き網漁をしています。じゃあ寄島を離れて沖の方へ向かっていきましょう。漁場近くに到着しました。水深はだいたい 9.3 メートル、そんなに深くはないです。ゆずり屋さんは底引き網で取れたゴミをしっかり持って帰って捨てられます。いよいよ漁場に到着です。ゆずり屋さんが早速準備をしていきます。ただですね、網がねじっていたらしく、まず網を直していきます。網がねじたままだと海の底を漕ぐときにやっぱ袋が膨らんでないので、魚の入りが悪いと思います。それじゃあ早速網を入れていきましょう。網が水中に入りました。ものすごい勢いで網を出していきます。あれワイヤーなんで音もでかいし、ものすごく怖いです。やっぱね、かなり走りながらじゃないとダメなんだと思います。ルカさんもしっかりと目に焼き付けてますね。じゃあこの状態で30分ほど海の底を漕いでいきます。やっぱね、底を漕ぐと土の中の栄養とかも出るので、海的にはいいと思います。水中の中は真っ暗でした。いよいよ巻き上げていきます。網が上がってきました。久しぶりに乗船させてもらったんですけど、相変わらずの迫力です。で、上がってきた桁がですね、くるんってひっくり返ってたので、まずそれを直しました。次はですね、網の端側手を上げていきます。端といっても端よりはちょっと手前ですね。それでは袋を開けていきます。果たして魚は入っているのでしょうか。底引き網っていうのは基本的に魚を取るやつもあるんですけれども、今回のケタコギはですね、底のもの、土の中のものを取っていく感じで、魚は非常に少ないです。魚は少ないんですけど、そこにいる生物、もう多様な生物が取れます。じゃあ2つ目の袋も開けていきます。2つ目の袋と1つ目の袋でこれぐらいの量が取れました。一見ね、派手な量ではないんですけれども、エビとかシャコエビとかカニとかすごい高級なものがね、たくさん取れて、もう番数をしてそれらを仕分けて貯めていくっていうのがケタコギの醍醐味ですね。そしてゆずり屋さんが2番目の準備をしていると、カモメが何か見つけたようでつついてますね。そして2番目はルカさんが網を入れていくようです。一見ね、下ろすだけに思えるかもしれませんが、下ろす速度とかブレーキを踏むタイミングとか、どれだけワイヤーを伸ばすとか、さまざまな考える点があると思います。
なんとか2番目の網入れが済んだところで、次はですね仕分けをしていきます。もうゴミとか海藻とかいろいろごっちゃになってるので、それを木のヘラっていうのかな、あれで伸ばしてエビとかいろんな種類に、もうこんなにもたくさんの種類に分けていきます。で瀬戸内海にはですね本当に多種多様なエビがいて、だいたい10センチ以下のエビをもう総じて小エビということが多いです。さあ続きを見ていきましょう。お、何やら空き缶の中に入ってますね。こちらイイダコです。よく入ってるみたいです。でなんとエビを食べさせていただけることに。取れたてのエビは食べてみるとプリプリとして美味しかったです。ほんのり甘いって感じですね。そしたらまた30分漕いでいきます。長い時には朝から夕方まで、本当に根気のいるお仕事です。それじゃあ2番目を巻いていきましょう。網を巻き終えた後はまだ袋の中に土を漕いだ後のその土とか泥とかがいっぱい入っているので、船をスピードアップさせてその汚れを落としていきます。その後に袋についているロープをクレーンに引っ掛けてクレーンを上げて網を巻いていきます。そしたら網が上に上がって袋が船の方にやってきて、それをこう口を開いて出せるという仕組みですね。新米漁師のルカさんが懸命に袋を開けてみると、2番目もだいたい1番目と似たような感じでした。それらも同じように仕分けていきます。宮古ボラ貝に多種多様の謎のカニたち、それからウミケムシがひっくり返っておりました。背には毒がありますがお腹の方は大丈夫。ひっくり返すとアカムトルム。漕いでいる間に仕分けだけが仕事ではありません。取れたゲタとかを冷蔵庫に入れたり、それからずっとバケツに入れておくとエビたちも死んじゃうので、船の表に持って行って網水に入れて池間の中へ入れておきます。でこの池間にこの面来るのいいですよね。簡単に取り出せる。じゃあ3番目も上げていきましょう。今回は紫のカニ、台湾ガザミが取れてました。僕がカンジャンケジャンにもしたやつですね。で空き缶を見つけてなんか割れてたので足で開けてみると、やっぱりですねイイダコが入ってました。手でほじくるとポトリ。見た目はものすごくチャーミング。買いたいですね。で今は川の水と海の水のちょうど境目を漕いでいきます。ここには高橋川があって、雨が降ると大量の真水が流れてきます。すると川の奥の方から魚も出てくるんですが、真水の中を漕ぐとエビが死んじゃうので漕げません。じゃあ開けていきます。川の横を漕いだから、やっぱりですねチヌとか何やら魚系がパラパラと見えております。でイイダコなんですけど、こちら貝の中にも入るんですね。アサリのあれで蓋してるのがかわいい。ちなみにイイダコ漁の歴史は古く、なんと飛鳥時代にまで遡ります。タコが壺や自分の身を守れるものに入る習性を利用して、サザエやニシガイ、それから小さな穴の開いた土器を利用して、なんとタコ壺漁をやってました。もちろん普通のタコ壺に比べると小さいです。ちなみにイイダコの名前の由来は、卵を持った時に頭の中がご飯粒みたいだからです。イイダコって書きます。この日は4番で終了です。そしたら帰り支度をしていきます。底引き網の性質上、やっぱエラとかにもいっぱい土が入るので、しっかり下駄は水洗いをします。でシャコエビも結構溜まりましたね。そしてこちらはミミイカです。この後大変なことが起こります。見た目はめちゃくちゃ可愛かったんですけど、噛む力は可愛くなかったですね。それじゃあ港へ到着しました。
では船を港に接岸します。帰ってくるとこの詐欺は毎回船に来るそうです。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？楽しかったです。楽しかったですか？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。ほんまに。今日はどうでした？普通。では取れたものを見ていきましょう。エビ1、エビ2、エビ3で幻のシャコエビ、イイダコ、チヌ、オニオコゼとフグ、ミミイカ、台湾ガザミと石ガニと貝で春の訪れハリイカです。で、漁師の仕事はどうですか？結構危険なことも多くて大変なことも多いんですけど、やっぱりなんか一生懸命頑張ったらそれだけ身について、それがすごい楽しいです。ありがとうございます。ちょっとお顔がお暗いんで帽子を後ろに僕が昔してたみたいに逆でこんな感じで。いいですね。漁師っぽいですね。で、これからも漁師を続けていくのでしょうか？はい、続けていきます。頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます。ちなみに沖でトイレに行きたくなったらどうしますか？どうするんですか、そういう時は？いや、極力前日前々日から水分の量を減らしてトイレに行かないようにしてるので、まだ行ったことはないです、トイレ。なるほど、ありがとうございました。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？29歳、女性の漁師で奮闘する姿に感銘を受けました。女性でも挑戦できる職場ということで、皆さんもぜひ挑戦してみてください。そしてゆずりやさんもありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。どうですか、最近牡蠣は？もうここ2年ちょっと悪いね。はい、これよかったら食べてください。いいんですか？はい、ありがとうございます。慶本水産、大本水産です。大本水産さんより牡蠣いただきました。ありがとうございます。開けていただけた？はい。で、今回2つの牡蠣をいただいて帰りました。三宅海産さんの牡蠣と大本水産さんの牡蠣です。で、ゆずり屋さんからは今はもう超希少となったこちら、大量のシャコエビとイイダコいただきました。今日はこれで飲んでいきます。